今日は手裏剣もしくはナイフに糸を巻いて、巻物ハンドルを作る、そういったやり方をご紹介させていただきます。でちょっと出来上がったものを試して遊んでみようかなと思います。これは手裏剣に巻物をつけたものですけれども、こんな形で巻物をつけて遊んでみたいなと思います。このナイフ、先日から私が紹介しているパーフェクトスローイングナイフですけれども、このナイフを開発した無名流の鈴木宝山先生、その方は、ここに糸を巻いて使っていました。で一応その鈴木先生のナイフなので、やはり鈴木先生と同じように糸を巻いて使ってみようかなと思います。若干やっぱり未完成です。いろいろ計算してみたんですけれども、やっぱり私が最初に指定したものとはちょっと違うところが多いので、そういったものをちょっと調整しながら巻いていこうかなと。で無名流の場合、ここに巻くのは、滑り止めシートです。絨毯とかが動かないように入れる滑り止めシート、あれを中に入れます。中に入れるというか、それをもう巻きつけてしまう。その上から糸を巻いていくというのが無名流のやり方ですが、私の場合はね、これちょっとそれをいきなりやるとバランスが取れなくなってくるので、本来であれば糸を何重にも巻いていきます。二重三重に巻いていきますが、それをやると非常に大変なので、私はマスキングテープ使います。マスキングテープでまず全体を覆ってしまいます。まずはマスキングテープを貼っていきます。私ざっくりとこれぐらいかな。私ね、本当にこれ簡単にやっちゃいます。これ後ろちょっと多めに入れてるのは、ここで重心をちょっと変えてしまう、軽い素材をここに入れるっていうのと、あとはですね、衝突した時に、こういうナイフがぶつかった時に傷がつきにくくなるんですね。同じやっぱりナイフが非常に重くて、それが飛んでくるので、ここの部分傷つきやすくなります。ですので、それをちょっとこう防いであげるっていう意味で、これをちょっとこんな形で、本当はね、糸を二重三重四重とか巻いていくんですけれども、一番下がツルツルしてるものにいきなり糸を巻いていくと抜けるんですね。すっぽ抜ける。で私も最初すごく時間かけて巻いていったのに、スポッと抜けてしまってちょっとショックだった。それは本当に冗談というか、笑い話なんですけど、笑い話でないのが、打鍵の途中でスポッと抜けてしまう。そうするともう暴投してしまうので非常に危険です。ですから一番下はね、このざらつきがある、私これ単純に安いのでマスキングテープ使ってますが、マスキングテープでなくても構わないです。無名流の鈴木先生はこれを布テープ、ガムテープ、そういったもので構いませんと言ってました。
そして、何よりも、あの方の場合は、ここに滑り止めシートを巻いていました。でこういった下巻きをするメリットなんですけど、この後糸巻きます。そして塗料などを塗っていくと当然硬くなります。塗料が染みたり接着剤が染みたりします。その時に例えばその巻物がダメになって剥がす時に、こういったものがあるとこの本体にべったりと貼り付くっていうことが防げます。ですので私はこういったテープを貼って処理しています。でこの後ろに次ぐ軽量素材は何でもいいです。ざっくりと調べただけでも、例えば糸を固めてニカワとか、ニカワは今使わなかったら接着剤とかで糸を固めたものを入れてもいいですし、例えば木を入れる人もいます。軽量素材の木を継ぐ人、糸を固めたものを継ぐ人、何も入れない人もいます。もちろんこれ別に後ろこんなことする必要はありません。私はただぶつかって傷つくのが嫌なのでここちょっと固めただけですが、もし継ぐ人はここに木を継いでもいいし、糸を固めたもの、接着剤とかのボンドとかで糸をこう固めたものを中に入れてしまうなんて人もいます。こういった形で、下巻きとして私は作ってここに糸を巻いていきます。私はね普通のタコ糸を使います。特に高い素材は使いません。でタコ糸を巻きつけていくだけ、本当に簡単です。で私の場合はこちらの根元から後ろに向かってやっていきます。これをね例えばここに両面テープをつけてくっつけながら巻きつけていく人なんかもいます。それでもね全然構わないです。この辺の巻き方は本当にね自由です。ただね私はその両面テープで使うとこう上手に巻けなかった。私がそんなに器用じゃないので、これぐらいから始めようかな。ちょっとだけ残して。でも私自身そんな器用なタイプではないので、簡単なやり方っていうのをこうなるべく模索しながらこういうことやってます。でこうやって巻きつけていくんですけれども、この時にナイフもしくは手裏剣でこれを巻く場合は手裏剣を回してください。糸を回すのではなくて手裏剣を回す、ナイフを回す、こっちですね、こっち側を巻いていってください。でこうやって巻いていくと、若干ちょっとこう詰めながらですけれどもね、こうやってぐるくるくるくると巻いていってしまいます。この後ここに塗料入りますので、多少ね隙間があっても塗料が固まる時に一緒に固めてくれます。だから割と正直言うとね、こんなに今細かく巻いてますけれど、こんな細かくなくていいです。もっとこうざっくりくる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 と巻いていってしまっても構わないと私は思っています。でこの糸の処理なんです、糸の選択なんですけれども、私これタコ糸を使ってます。なぜなら楽だから。タコ糸太いですから一気に巻けます。これが例えばすごく細い糸の場合だと目が細かいので、正直ねそっちの方がいいんです。そっちの方がいいんですけれども、単純に時間がかかるので私は楽にタコ糸を巻いています。これ実際はもっとね太い下巻きでもっと太く処理をしたければ、それこそ
滑り止めシートを巻いてこういったものを作っていきますので、もう少しね太くてもいいと思います。私これちょっともしかしたら細いかな今日は。場合によってはこの上にもう一回やる必要があるかもしれないですね。まあその辺は打ちながらいろいろ試してみます。なのでまあ一度で決めるというよりは、私は結構何回か途中で指先で探りながらこういったものを巻いていきます。ちょっとねこのナイフの大きいものに巻いていくのが初めてなんでね、若干戸惑ってます。で、一応最後までこれ終わりましたら、糸の処理なんですけれども、糸の処理どっちをご紹介しようかな。一応このナイフは無名流のナイフなので鈴木先生のやり方をご紹介します。最後まで巻いたら鈴木先生のやり方ですよ。私のやり方ではなく、もうここでカットをして接着剤これで固めてしまう、それだけです。すごくね簡単なやり方で申し訳ないんですけれども、ここをまあ本来ねこういうのって2皮重ねたり2皮で固めたりしますけれども、せっかく現代のいいものがあるんですから使いましょうということです。ここでカットします。結び目は作んなくていいです。もうここでハサミでカットをして接着剤で塗ってしまう。心配であればこの底の方、ここですね、ここもしっかりと塗り固めてしまう、それだけです。こんな形で軽く塗っていきます。であとこのスタートのところ、ここもちょっと軽くですけれどもね、でもこれ接着剤でしっかりと固めてしまいます。でこの後塗料も塗りますが、塗料もね乾くと固まってくれます。ですのでこれね本当に補強程度と思ってください。この後の作業をするのにちょっとほどけてこないようにこんな形で塗ってます。これだとほどけてこないので大丈夫です。私の場合なんですけれども、一応瞬間接着剤でがっちりと固めますが、ここの部分ちょっと弱いので、ここを攻めラインこれで固めちゃいます。ここの間ですね、ここのところはもう簡単にこの攻めラインで。でこれを全体に塗ってしまう人も中にはいます。2皮の代わりですよね。私の場合はここの上に塗料を塗るので、これ自体はそんなにたくさんはつけません。ただそこの方の保護というか、ここがね結局次の手裏剣やらナイフが刺さるところなので、これでちょっとそこの方を少し補強してあげる、こんな形ですかね。しっかりと補強します。別にこれじゃなくても構わないです。瞬間接着剤でしっかり固めてしまえば何の問題もないんですけれども、念のために木工用かな、ボンドでもいいです。あれも固まると透明になりますので、私はあれを使うこともあります。これであとは固まるのを待ちます。爪ラインはね意外とすぐに固まってくれるので結構便利です。
でこれを例えば全体に塗って成形してしまうっていう人も中にはいます。ちょっとね、軽く成形だけしておきましょうか。こんな形で完成です。あとは色を塗るだけで、色を塗るのも本来でしたら、漆なんですけれども、漆やっぱりかぶれやすいっていうのもあるし、乾くまでにも時間かかりますので、合成漆カシュとか、なんでしたらもういわゆるハウスペイント、ペンキでもいいぐらいです。私意外と水性のペイントが好きです。硬くならないし、適度に手なじみも良くなりますので、そういったものを私は重ね塗りします。何回か。とりあえずこれで完成です。完成したのでちょっとシダをしてみたいと思います。この後実際は塗料を重ね塗りします。そうするとまた滑りも変わってくるんですけれども、まずは今回何をしたかったかというと、ちょっとこのナイフ自体がまだ未完成なんです。本当はね、ここからもう少しいろいろと調整したかったんですけど、できなくなってしまったので、なので巻き方でちょっと重心なんかを自分の思うところにちょっといじってみました。だいたい自分のイメージ通りのところに今重心があります。ちょっと今いつもと違う打ち方してますけれども、いいですね。やっぱりこうあるべきだ。そうですね。やっぱりここなんだよな。いいですね。悪くないです。これでまた塗料など塗っていけばもう少し良くなると思います。今日は糸の巻き方、要はそのハンドルの作り方ですね。そういったものを簡単にご説明してできたものでちょっと遊んでみました。作り方は人それぞれですし、意外とね、こういうことって大っぴらに言わない方なんかも多いんですけれども、例えばこの糸を巻き出すと、この使う糸の種類だとかそういったもの、もしくは塗料の違いによっても全然違います。例えばこれを細い糸で巻くとごめんなさいね、手の滑りっていうのは非常に滑らかになります。私が今やったようにタコ糸を巻いていくとやっぱりね、ちょっとざらつきが強い。なので私の場合はこの上にさらに塗料を使いますけれども、例えば塗料もラッカー使う人もいますし、水性のもの、油性のもの、もしくは漆にこだわる人なんかもいます。こうやってね、自分好みにカスタマイズできるっていうのもこういう糸を巻く楽しみだと思うので、ぜひ一度試してみていただけると本当にこの楽しみっていうのはどんどん広がると思います。本当にね、多分10人いれば10人作り方が違うと思いますし、少なくとも10人いれば10人のこだわりっていうものはあると思います。私もね、これあるんです。こういった方が使いやすいとか、
そういうのもあるんですけれども、今日はざっくりとした方法をご紹介させていただきました。もし何か気になるようなことあれば、またコメント欄などに書き込んでいただければ対応の方させていただきますので、よろしくお願いします。それと、いつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。